皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。パパパパパーン。いや今回はパソコン工房さんでかなりお買い得なマザーボードを購入したのでご紹介していこうかと思います。もしこの動画が面白かったら、ぜひ、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで早速開封していきましょう。今回購入したのは ASUS ROG Strix B550F ゲーミング Wi-Fi なんですが、ROG。です。ASUS のゲーミングブランドの ROG になります。シュラミちゃんは ROG の意味って知ってます？あれでしょ。ゲーマー共和国。よく知ってるね。私もたまに流行るのよ。じゃあ ROG の説明はしません。ということで早速中身を見ていきましょう。まずは付属品から。こちらのマザーボードなんですが、箱はなかったんですが付属品は結構入ってたんですよね。まず最初こちらは説明書やステッカーになります。特に使った形跡もあまりないような感じですね。続いて出てきたのは、ドライバー DVD ですね。それからこちらの SATA ケーブルは未使用品で入ってました。そして最後に、Wi-Fi 用のアンテナも入ってました。これ付属品あるの？標準で入ってるはずなのに入ってないものは、アドレサブルヘッダー延長ケーブルと M.2 固定用ネジセット、M.2 ラバーパッドが入ってませんでした。アドレサブルヘッダー延長ケーブルは欲しかったかもね。確かに。では続いて本体も見ていきましょう。こちらが本体となります。こちらは静電気防止袋にしっかり入ってました。それでは開けてみましょう。こちらが本体となります。お、結構綺麗。そうですね、結構綺麗ですね。そういえばこれいくらだったの？値段を言ってませんでしたね。今回こちらのマザーボードなんですが、6980円で購入してきました。しかもちょうど購入したのが中古の日で 10% オフだったので、6282円で購入してきました。約6000円。しかもこれですね。中古の日に対応したということは、中古なんですよね。ジャンクじゃなくてしかも中古。そうなんですよね。ちなみに中古相場ってどのくらいなの？中古相場的にはヤフオクやショップなどで1万2000円から1万4000円ぐらいで売っているんですよね。ちなみに新品でもまだ2万円ぐらいするマザーボードになります。それはお買い得ね。ですよね。ではマザーボードの状態や詳細を見ていこうかと思います。シュラララ。今回、箱なしで、状態に使用感傷等ありとも書いてあったんですが、パッと見そこまで汚さもなく、お店で店員さんと状態の確認をしたんですが、店員さんも驚いてたくらい綺麗でしたね。では、動作確認をする前にこちらのマザーボードのご紹介をしていこうと思います。ということで、まずはソケットから。こちらは AM4 と呼ばれるソケットで、AMD の幅広い CPU に対応してるソケットなんですが、この B550 は第3世代ライゼン以降の CPU にのみ対応となっております。第3世代以降のライゼン。3000番台、4000番台、5000番台の CPU に対応しております。なので最近発売されたライゼン7 5700X やライゼン5 5600シリーズなどとも相性が良いマザーボードですね。ってことは、今でも現役で使える、または使ってる方が多いシリーズかと思います。ただし CPU の速度は PCIe 3.0 となるので、それよりも速い PCIe 4.0を使用したいって人は X570 を購入する方がいいかと思います。メモリですが DDR4 5100OC の最大 128GB までの対応となっております。SATA は全部で6個あります。拡張スロットは PCI Express ×16 が2本、PCI Express ×1 が3本となっております。AMD のクロスファイアにも対応しております。M.2 ソケット数は2つ付いております。I/O パネルはこんな感じになっております。USB の数もかなりあるし、Wi-Fi アンテナを付けられるのもいいですね。では次に実際に起動確認をしていきたいと思います。今回は、先日発売された Ryzen 7 5700X を使用していこうと思います。で、さらに今回使う CPU クーラーは、リテールクーラーを使っていくんですが、こちらの Ryzen 3や Ryzen 5に付属されているリテールクーラーを使ってみようと思います。他の CPU クーラーでの検証動画は概要欄に記載しておきますので、
もしよかったらそちらもご覧いただければと思います。で、最後にグラボなんですが、今回は RX6700XT を使っていこうかなと思います。ということで今回の検証機はこんな感じになりました。リテールクーラーがちょっと違和感あるけどかっこいいわね。まあ今回このリテールクーラーでライゼン7 5700X を使ったことがなかったので、発熱等がどのくらい出るのか見ていこうかなと思ってます。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。しっかりとファンが回り始めましたね。中古とはいえ、やはり画面がつくまでは心配ね。それはありますね。新しいパーツ類なので一回再起動になりました。自動で再起動を始めたのでもうしばらく待ってみましょう。なかなかつかないと少し不安になるわね。その気持ちはわかります。それでは BIOS に入ってみましょう。シュラララ。ということでこちらが BIOS 画面となります。CPU もしっかりと認識されていますね。ではこの状態でメモリを 3200MHz に上げて早速検証をしてみましょう。シネベンチ R23。それではまずはシネベンチから、画面右側が PBO2 オンで、左側が PBO2 オフとなります。発熱具合も含めて結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。JDP45W だった場合は、サーマルスロットリングも特に起きず乾燥したんですが、PBO2 をオンにした時はさすがに最高温度が95度となり、シネベンチのクロックを見てると徐々にクロックが落ちていったので、PBO2 オンの場合は、ライゼン5以下についてるリテールクーラーでは厳しいかもしれません。では続いてゲーム性能も見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。では FF14 ベンチマークも見ていきましょう。設定はフル HD の最高設定で行いました。映像は5倍速でお送りしてるのですが、多少 CPU 温度が上がるものの、このぐらいなら許容範囲かなってレベルですね。では結果を見てみましょう。どちらも快適判定だったんですが、スコア的にはほとんど差がなかったので、このゲームベンチは PBO2 の意味が特に出ませんでした。発熱も70度台で止まっていたので問題はなさそうですね。では最後に、ファイナルファンタジー15。こちらもフル HD の高品質で行いました。それではオーライお姉さんがいなくなったのでここから倍速をしながら結果を発表します。FPS も大事なんですが、CPU がきちんと冷えているかも見ていただければと思います。結果の方はこちら。こちらもスコア差といえばほとんどないような結果となりました。で、CPU 温度も今見てる70台で両方ともキープしてますね。ということはライゼン7 5700X で PBO にしてもあまり結果が変わらないって感じかな。ゲームにもよりますが、少なくともこの2つはそんな感じですね。はい、ということで今回は約6200円で買ってきた、ASUS ROG Strix B550F ゲーミング Wi-Fi でした。この値段で普通に使えるなら全然ありね。ですよね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。